はい、どうも皆さん、こんにちは。ひでチャンネルです。今回は、絵が上手くなりたい人に必ずやってほしい練習方法後編ということで、模写とトレス、絵の練習はどっちがいいのというテーマでお話ししていきたいと思います。質問箱にこんな質問をいただきました。人体を描くとき、練習としてトレスを描くか模写するか、どちらがおすすめですか？また、それ以外の方法があったら教えてください。ということで、前回の動画では僕のおすすめの確実に画力が上がる練習方法として、デッサンをおすすめさせていただきましたが、今回はご質問にあるトレスと模写のどっちがおすすめかという質問にお答えしていきたいと思います。結論から言いますと、絵が上手くなりたい、画力をアップさせたいなら断然模写です。トレスに関しては、はっきり言ってしまうと、やっても絵は上手くなりません。むしろトレスばかりやっていると絵が下手になる可能性もあると思います。じゃあ一体なぜ模写は絵が上手くなるのにトレスでは絵が上手くならないのか。今回の動画では模写をやることで絵が上手くなる理由とトレスばかりやっているとむしろ絵が下手になってしまう理由について掘り下げてお話ししていきたいと思います。この動画を見ていただくことで絵の練習として何をやったらいいのか、模写とトレス、それぞれどのような効果があるのかについて分かっていただけると思います。もっと絵が上手くなりたいけど、一体何をしたらいいのか分からずに悩んでいる方、毎日一生懸命絵を描いているけど上手くなっている気がしない方、自分がやっている絵の練習方法が合っているか不安に思っている方にとっては非常に重要な内容になってくると思いますので、ぜひ最後までご覧ください。それではやっていきましょう。模写をおすすめする理由について。ということで早速やっていきたいのですが、模写とトレス、画力アップのためにはどちらの練習方法がおすすめかと言われると、僕は断然模写をおすすめします。画力を上げるために一番いいのは前回お話しした通りデッサンだと思いますが、実は模写をすることもデッサンと同じぐらい効果的な練習方法だと思います。では、なぜ模写が効果的な練習方法なのかと言いますと、一番の理由は、上手い人の手法や絵柄を自分のものにできるからです。上手い作品を真似して描くことで、その人がどのような線で作品を表現しているのか、どの部分を簡略化してどこを誇張しているのか、また、陰影の加え方や構図、配色など、上手い人の絵がどうやって描かれているのかを模写してみることによって明確にわかるようになるんですよね。ただ漠然と見ているだけではわからない、その絵の魅力の秘密を探ることができる、といった感じでしょうか。また、上手い人の絵の描き方の癖を真似することで、その人の絵に近づけるというメリットもあります。例えば、料理人や大工さんの世界では、その業界に入ったばかりの人のことを見習いなんて呼び方をしますが、これは仕事を見て習うということが語源となっているようです。辞書で見習いを調べてみると、見て真似をすること、見て覚えることと出てくるように、どんな分野でも最初はやはり上手い人のやり方を真似することをスタートとしているんですよね。ちなみに僕も YouTube を始めるときに上手い人のやり方を見て真似させてもらいました。おかげで現在はありがたいことにチャンネル登録者数50万人近くにまでチャンネルを成長させることができました。というわけで、絵を描くことも、まずは上手い人の技術を自分のものにするために、見て真似をする模写が非常に有効な手段なんじゃないかなと思います。もう一つ、模写をおすすめする理由があります。それは、模写はルネサンス期からずっと行われてきた王道の練習方法だからです。漫画家やイラストレーターを目指す人の中には、模写に対して真似イコールパクリイコール悪というイメージを持っている人もいるのではないでしょうか。模写のようにすでにあるものの表面をそっくりに真似するような練習に罪悪感や抵抗感があると感じる人もいるようですが、実は模写自体はデッサンやクロッキーと並んでルネサンス期から絵の上達に効果的とされてきた王道の練習方法なんですよね。例えば、ルネサンス期の画家ラファエロは先輩画家であるダ・ヴィンチの作品モナリザを模写していますし、20世紀を代表する画家であるセザンヌやゴッホ、ピカソ、ジャコメッティなどの芸術家たちも模写の練習を重ねることで才能に磨きをかけてきました。
このように上手い人は昔から模写をすることで実力を身につけていったという事実がありますので、模写は非常に有効な練習方法だと言えるのではないでしょうか。また、模写は自分の絵柄や個性を伸ばすのにも非常に有効な手段だと思います。よく模写ばかりしてても自分の個性や世界観は見つからないんじゃないかとか、模写をすることで個性が失われてしまうんじゃないのかとか思われがちなのですが、それは実は誤解です。先ほども言ったように、たくさんの有名な画家たちの出発点は、人の作品を真似するところから始まっていますので、個性を引き出すのにも模写が大切になってきます。例えば、世界的な巨匠宮崎駿さんは、独特な世界観と見れば誰もがジブリっぽいと感じる個性的な絵柄を確立していますが、実は宮崎さんはその根本にご自身が感銘を受けた様々な作品の影響が色濃く現れているんですよね。例えばジブリっぽいと言われるあの目の描き方は、実はロシアの作品雪の女王の影響で、それまで制作されていたアニメ作品では目の上まぶたと下まぶたを実線でつなぐのが当たり前だったんですが、雪の女王で目の下まぶたを色トレス線でつないでいるのを見て、それを真似したという経緯があるんですよね。また、雪の女王に出てくるヒロイン、ゲルダは、その後の宮崎作品のヒロインの性格付けに強い影響を与えています。宮崎作品に出てくる女性が芯が強くひたむきなのは、実はゲルダの影響というか模倣なんですよね。宮崎さんは映画館で録音した雪の女王のテープを擦り切れるまで何度も聞いたというエピソードがありますので、その影響は計り知れないと思います。だいぶ話が脱線してしまいましたが、こんな感じでどんなに個性の強い人でもゼロから個性を作り上げたわけじゃなく、何かしら色濃く影響を受けたものがあり、それを真似しながら個性を育んでいったという事実があるんです。数枚もしくは数十枚の模写ではただのモノマネにしかならないかもしれませんが、いろいろな作品をもっとたくさん真似して描いてみることで様々な表現方法が習得できるのはもちろんなんですが、そうやってたくさん真似して描いているうちにだんだんと自分の描きたいものの方向性や自分に合った絵柄が見つかってくるんですよね。絵の個性は何もないところからいきなり生まれるなんてことはなくて、自分が今まで見てきたもの、いいなと思ってきたものが積み重なって徐々に個性となっていくものなので、たくさんの作品に触れること、模写してその手法を真似てみることは自分なりの絵柄を見つけるための土台となると思います。トレスのメリット、デメリットについて。最初の質問にあったもう一つの練習方法、トレスに関してですが、結論から言うと、いくら人の絵を上からなぞって描くトレスをしても画力がアップすることはありません。こう言ってしまうと、なぞって上手くなるみたいな本を出している人もいますから、結構反論が多いと思いますが、ではなぜトレスは画力アップしないのかについて掘り下げて解説していきたいと思います。そもそも画力とは何かというお話なんですけど、画力とは技術的な面だけで言えば、対象物を観察してそれを頭の中に一時的に記憶し、紙の上に正確に再現する能力のことを指すんですよね。この工程の中で特に大事なのが観察するということになるのですが、例えばこの人を描こうと思った場合、幼稚園児や絵心のない人の場合は、輪郭があって、髪の毛があって、目と鼻と口があって、体があって、腕があるくらいにしか考えないのかもしれませんが、絵が上手い人がこの人を描こうと思った場合、まず頭の比率はこれくらいで、顔の傾きはこれくらい、髪の生え際はここで、目の位置は顔全体のこのくらいで、目と目の間隔はこれくらい、顎はこれぐらいの角度で、耳はこの辺についていて、といった具合に観察するポイントが無数に挙げられると思います。こんな感じで最初のステップの観察ができていなければ、記憶も曖昧となり、描きたいものを紙の上に正確に再現することは絶対にできませんよね。画力が高いイコール絵が上手いというわけではありませんが、上手い絵を描くための第一歩として画力を高めたいなら観察力は欠かせないものとなるんですよね。話をトレスに戻しますが、トレスの場合、絵を描く工程の観察、記憶、アウトプット、この3つすべてをすっ飛ばして、いきなり絵を完成させることになってしまうので、画力を上げるために必要な能力が全くと言っていいほど身につきません。
こう言うと、いやいやちょっと待ってくださいよ。トレスは絵をなぞる行為なんだから、むしろ元の絵をめちゃめちゃ観察するじゃないですか。といった反論も出てくると思いますけど、では、模写するときとトレスするときの実際の状況を考えてみましょう。まず、模写するときですが、模写する対象の絵をよく見て、頭のサイズがこれぐらいで、体の大きさはこれぐらい。目は顔のこれくらいの位置にあって、眉毛、鼻、口のバランスはこれくらい。といった具合に、絵の全体のバランスを見ながら描き進めていくのが一般的かと思います。同じように描けているのか、絵を反転させたりしながら何度も見比べて、間違えていると気がついたら修正しながら描き進めていきます。こうすることで対象物をよく観察しますし、紙に書くために一時的に見たものを記憶して頭の中にある残像をアウトプットするという絵を描く工程の練習になっているのが分かっていただけると思います。模写をするときの注意点として、ただ漠然と同じように書くだけだと意味のない模写になってしまいかねないので、毎回目的意識を持って模写することが大切なのですが、その辺の話については長くなりそうなので、また別の動画でお話ししたいと思います。こんな感じに書けましたね。一方、トレスの場合ですが、下に敷いた元絵をきれいになぞることに集中するため、意識としては絵を観察しているのではなく、こんな感じの視点でうまくなぞれるようにその部分の線を見ているだけの状態になってしまいます。ただ、なぞるだけなので、一時的な記憶もしませんし、アウトプットに関しても線がずれないようにするということに集中するため、視野が狭くなってしまい、自分が今どの部分を描いているのか、この部分はなぜこの流れで描くのか、絵のバランスはどのように取るのかなど、本来絵を描くのに必要な要素を全く考えないでも簡単に描くことができちゃうんです。これだと絵を描いているというより線を引く作業をしているって感じですよね。こんな感じで線画のズレがないようにすること以外何も考えずにできちゃうので、トレスには画力を上げる効果がないと言えるんじゃないでしょうか。これを言うと、いやいやトレスだってしっかりと絵を観察して考えながら線を引けば絵の上達につながるでしょう。という声が聞こえてくると思いますので、トレスをしても画力がアップしないもう一つの理由をお話しします。それはアニメ会社で動画を経験したほとんどの人が絵が上手くならずにやめていってしまうという事実があるからです。どういうことかと言いますと、アニメ会社に入ったほとんどのアニメーターは最初に動画というセクションを任されるのですが、この仕事でまず行うのが原画のトレスなんですよね。詳しい作業内容は割愛しますが、動画作業ではトレスが主な仕事と言っていいほどひたすらトレスをします。この動画の仕事、会社によって違いますが、だいたい1年から長ければ3年くらいやることになるんですよね。枚数で言うと、動画は月産で平均300枚くらい描くと思いますので、自分の描いた中割りの下書きのトレスを含めれば、そのうちの9割はトレスの絵ということになります。これを計算すると、月290枚 ×36 ヶ月で1440枚。動画時代でこれくらいのトレスの量を経験するわけです。しかし、アニメーターをやったことがある人ならわかると思いますが、動画を卒業していざ自分で原画を描こうと思ったら全然うまく描けない。むしろ動画をやる前より絵が下手になっているように感じる。なんていうことがあるんですよね。そうして原画になったはいいけど全然描けずにやめていってしまう人の方が圧倒的に多い。アニメーターの離職率は3年で9割なんて言われていますが、これはつまりトレスがメインの仕事であった動画時代は乗り切れたとしても、自分の画力がものを言う原画というポジションになったら全然やっていけなくなってしまうことを意味します。もしトレスをすることで本当に絵が上手くなるのであれば、1万枚以上もトレスをした後、原画がうまく描けずにやめていく人なんていないはずですよね。このような事実があるので、トレスは画力をアップさせる練習としては無意味だと断言できます。歴史を振り返ってみても、デッサンや模写と違い、人の絵を上からなぞって絵が上達したという画家やアーティストは一人もいませんので、事実としてトレスは画力が上がらないことが証明されていると思います。とはいえトレスが全く役に立たないかというと、そんなことはなくて、トレスにはやるメリットもあると思います。
それは何かと言いますと、線が綺麗になるということです。よく幼稚園児や小学校1、2年生向けのひらがなドリルや漢字学習帳には最初にお手本をなぞるマスがついていると思うんですが、あれはまだ鉛筆をうまくコントロールできないほどの小さい子が使うことを考えて、まずはお手本をなぞるような作りになっているんですよね。実際、小学校3年生くらいからの漢字学習帳にはお手本をなぞるページはありません。もしあなたが画力アップの問題じゃなくて線を引くことに苦戦しているのだとしたらトレスの練習もいいと思います。トレスもやってみると意外と奥が深くて綺麗に元の絵をなぞるのはかなり難しいですよ。ということでトレスが画力アップのためには意味がない理由をお話しさせていただきましたが、それでも自分はトレスをやって上手くなったと反論してくる人もいると思いますが、本当にトレスしかやってこなかったと言い切れる人はまずいないんじゃないかなと思います。トレスで絵が上手くなったと言ってる人は、無意味なトレスの練習の他にデッサンや模写もやっていて、その練習が効果的に働いたと考えるのが自然なのではないでしょうか。では、なぜなぞって書くだけで上手くなるなんてことを言う人がいるかというと、そういった形で本を売れば簡単に絵が上手くなれると思わせることができるからなんですよね。たちの悪い商売方法ですが、これを食べるだけで激痩せとか、これだけで髪がふさふさになんていうものと同じで、本当に悩んでいる人にとっては非常に効果的なワードなんですよね。ただ、事実として太っていることや薄毛で悩んでいる人は未だにたくさんいるということは忘れないでください。ということで、今回は模写とトレスの練習はどっちがいいのかということについてお話しさせていただきました。この動画も一つの参考にしていただければと思います。ここで重要なお知らせ。定期的にやっているお絵描きライブ配信では、こんな感じで一度にもっとたくさんのキャラクターを描いていますので、よかったらチャンネル登録をしてライブ配信もチェックしてみてください。また、ライブ配信で描いた絵は、下書きと線画をセットにしてブースにて販売しております。ライブ配信で描いた絵をもっとじっくり見たい方はもちろん、ポーズの参考、模写の題材として使いたい人にもおすすめとなっています。早期購入特典としてフリップスタジオ形式のデータもダウンロードできちゃいますので、興味がある方は概要欄のリンクからお早めにどうぞ。あとはオンラインサロンでも絵の講習会をやっていますので、もっと絵が上手くなりたい方、お絵描き仲間が欲しい方はサロンの方もぜひご利用ください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。